私どもの会社は、昭和42年、創業を開始いたしました。業務内容としましたらば、一般クリーニング店、クリーニング屋さん、町でいうクリーニング屋さんの下請けという形の中で私どもの会社スタートいたしました。ちょうど2階のちょうど隅になると思うんですけども、機械の配線部分から漏電が発生いたしまして、こんなところから本当に火が出たんだろうかっていうようなのが本当のところでした。機械に、燃え移ってしまって、正直なところ2階に置いておりましたとにかく機械はほとんど使用不可能になってしまいまして、ただ呆然として手を施そうと言っても手がつけられないというのが現状でした。また3階におきましては2階の火災によって巣が全部3階まで上がってしまいましたので、どうなってるんだろうっていうぐらい真っ黒でした。当社で入ってます建築会社3社ぐらい日頃お付き合いいただいてますけれども、どの業者さんも来ていただいて現場を見てですね、全て復帰するということは難しい。その時に東京海上自動さんですねが参りまして、現場を見た時に、これは普通のところでは多分できないでしょうと。だったら私どもで、知っているその会社を紹介しましょうということで、東京海上自動さんの方から紹介をいただいたのがベルフォアさんでした。最初ですね、会社の方にご連絡をいただいてから、1時間後にはもうこちらの方に到着して即調査をさせていただきました。でもう入った瞬間ですね、強烈な火災臭がいたしまして、階段からですね、2階にかけて、かなりの巣汚染が目視で確認できた。で我々まず、巣汚染は確認できたとして、火元等のお話を聞いたところ、やはりかなりの電線等をですね、プラスチック類が燃えているということから、弊社のクイックテストにて、塩素イオン汚染のですね、濃度を調査いたしました。かなり高濃度のですね、塩素イオン反応がありましたので、当然建物もしっかり、機械の方にもかなりの汚染が見られました。あれだけの高濃度のですね、塩素、当然空気中の水とですね、水分と、結合しますので、それは塩酸になってしまいますので、早いものであればもうその日のうちにですね、機械も茶色に錆びていく。当然稼働するものであれば、固着してしまい動きが止まってしまうといった不具合もあります。私どもで今現在使っておりますシーツローラーですけども、私どもの会社に適用できる機種が今現在製造をしていないということで相談しましたところ、機械業者さんもとても部品がないというような話があって、修理はちょっと私どもできないっていうような話がありましたが、ベルファさんが見ていただいたら、いや私ども会社でも直せますよって意外なことを言っていただきましたので、私も正直機械までできる会社だっていうのは正直初め思っておりませんでした。しかしおかげさまで今まで通りですね、機械が使えるようになった。これが一番嬉しかったことじゃないかなと思ってます。こちらにある機械全てがですね、他社さんにはない機械で、現状今手に入れるのも難しいという、ここをまず第一に復旧させたいというご意向がありましたので、ここをまず第一優先で復旧させていただきました。今回は会長のご意向で全て任せるとおっしゃっていただけましたので、無駄のないようなんですね、工程が組めましたので、スムーズに作業させていただけたと思います。ほとんど使用不可能のような状態だったものをですね、本当に一台一台2階にあった機械、3階にあった機械も含めて全ての機械を本当に1台やるのにもう本当に一晩かかって1台をやっていただいた気がしますけれども、こんなに親切にこんなにきれいな仕事をしていただいて、これで大丈夫でしょうかってもう何回も何回も念をしていただくぐらい隅から隅まで丁寧にやっていただきましたし、お願いしたことに対してはもう 100% 以上 120% の仕事をしていただいたというふうにもう思っています。何かあった時にはこういう会社もありますよってことをね、私はぜひ伝えたいなっていうふうに思ってます。